皆さんこんにちは。卓球用具のあまりにも深すぎる、そして情熱に満ちた深淵へようこそ。ナビゲーターのケンジです。今日はね、皆さんが普段当たり前のように手に取り、汗を流してボールを打っている卓球ラケットへの認識を根本から破壊し、再構築するような驚きに満ちたお話をしたいと思います。こんにちは、みさきです。破壊に再構築。ケンジさん、今日は随分と気合が入っていますね。でも卓球ラケットって基本的には木の板を職人さんが削ってそこにラバーを貼っただけのとてもシンプルな道具ですよね。リンバとかヒノキとか木の種類が打球感に影響するっていうのは私も知っていますけど、それ以上に何か複雑なことがあるんですか？みさきちゃん。実はそこが多くのプレイヤーが見落としている最大の盲点なんだ。今回私たちが徹底的に読み解いた卓球ラケットにおける接着界面の材料化学と経年熟成に関する統合調査報告書によれば、現代のラケットはもはや単なる板じゃない。それは高度な計算のもとに設計されたエンジニアリングコンポジット。日本語で言えば多層積層複合材料として定義されるべき精密な構造体なんだよ。エンジニアリングコンポジット。なんだか F1 マシンのモノコック構造や最新鋭のステルス戦闘機の主翼みたいな響きですね。卓球ってそんなにハイテクな科学が詰まったスポーツだったんですか？まさにその通り。プレイヤーは何枚鋼板かやカーボンがどこに入っているかという層の構成ばかりを気にしますが、実はそれらをつなぎ合わせ、一つの生命体のように機能させている接着層、グルーラインの層が、ラケットの動的性能、つまり弾みや振動を支配する真の主役なんだ。この数ミクロンの薄い層が、打球時にどうたわみ、どう衝撃をエネルギーに変え、すると年月をかけてどう熟成していくのか。メーカーの公式カタログにも絶対に載っていないトッププロや用具マニアさえも感覚でしか捉えられなかった卓球の真実を今日は圧倒的なボリュームでお届けしますよ。うわー、ワクワクしてきました。ただのノリだと思っていた接着剤がラケットの運命を握っ。さて、具体的な詳細解説に突き進む前に、今回の報告書が提示した衝撃の事実をエグゼクティブサマリーとして4つの革新的ポイントに整理しておこう。これを聞くだけで明日からの練習や用具選びの視点が180度変わるはずだ。はい、メモの準備は完璧です。一体どんな驚きの発見が隠されているんですか？まず1つ目、ITTF 国際卓球連盟の規制が2025年から2026年にかけてかつてないほど厳格化される。なんと試合終了直後にラバーを無理やり剥がしてブレードの表面そのものを直接デジタルスキャン検査するというとんでもない新検査体制が始まるんだ。これは ITTF テクニカルリーフレット T9 に明記されている最新の動きだよ。試合が終わった後にラバーを剥がしちゃうんですか？お気に入りのラケットが裸にされちゃうなんて選手としては不安ですし、何よりラケットが傷まないか心配です。それだけ接着剤を用いた後加工や不正に対して ITTF が本気になった証拠だね。そして2つ目、これが今日の一番の驚きかもしれない。5年以上経過した古いラケットは接着剤の化学変化によって新品時よりも物理的性能が向上しているという事実だ。古くなると劣化して弾まなくなるんじゃなくて、むしろ進化して性能が上がるんですか？不思議すぎます。そう、報告書が科学的に立証した物理的エイジング、フィジカルエイジングという現象だね。PVA 系接着剤のガラス化やユリア樹脂の鉱物化によって反発弾性とスイートスポットが物理的に広がるんだ。3つ目はバタフライの2025年新作に隠された 0.35mm という極限の接着層設計。そして4つ目は将来的に接着剤そのものが特殊素材として機能するナノカーボン材料の導入だ。熟成するラケットにナノテクノロジー。なんだか卓球が材料工学の最先端に見えてきました。ケンジさん、さっき多層積層複合材料って言いましたけど、具体的にただ木を重ねただけのものと何がそんなに違うんですか？もっと理系の私にもわかるように詳しく教えてください。いい質問だね。材料工学の視点で見ると、卓球のブレードは異なる物理的性質、つまり密度や弾性率がバラバラな複数の層が重なり合った非常に複雑な構造体なんだ。マンチェスター大学の権威ある資料、The Concept of Shear Between Layers を引用すると、積層された素材が大きく曲がろうとするとき、その層と層の境界、つまり界面には想像を徹するほどの先端応力が発生するんだよ。先端応力。以前も少し習いましたけど、
具体的に言うと、層同士が互いに反対方向に水平にずれようとする力のことですよね。その通り。トランプの束を机に置いて上から斜めに押すと一枚一枚がバラバラにずれるだろう。あのアクションがラケットの内部でもミリ秒単位のインパクトで起きているんだ。プロ選手のスマッシュの瞬間、ラケットは目に見えないレベルで激しくしなりますが、この時接着剤がただの弱い糊だったら各層の木材がバラバラに動いてしまい、打球エネルギーが摩擦熱として逃げてしまうんだ。つまり、接着剤の絆がしっかりしていないと、どんなに最高級のヒノキやコトを使っていても、ボールにパワーが伝わらないエネルギーの漏洩が起きちゃうってことですね。正解。さらに、アコースティックインピーダンスエンジニアリング、音響インピーダンス工学のソースによれば、接着層は振動のフィルターとしても機能している。手に伝わる打球感の心地よさや情報のクリアさは、実は木材の種類以上に、この数ミクロンの接着層がどの周波数の振動をカットし、どの振動を強調して脳に送るかで決まっているんだ。ラケットに命を吹き込んでいるのは、実は接着剤そのものなんだよ。なるほど。単なる接着剤は、実は音響エンジニアリングの役割まで果たしていたなんて、もうただのボンドなんて呼べませんね。みさきちゃん、ここからはさらに具体的なルールの壁について話そう。ラケットの性能をもっともっと上げるために、接着剤を1センチくらい分厚く塗って、鉄板みたいにカチカチに固めてしまえば最強じゃないと思ったことはないかい？あ、それは確かにめちゃくちゃ飛びそうですけど、でもそれだと重くて触れないし、そもそもルールで怒られちゃいますよね。確かラケットには厳格な規定があったはずです。その通り。ルールには厳しい鉄の掟があるんだ。ITTTF ハンドブック2025のルール 2.4.2 には数値制限が明確に記されている。まず、ブレード全体の厚みの少なくとも 85% は天然木でなければならない。そして、カーボンやアリレートといったいわゆる非木材層、強化層は全体の厚みの 7.5%、または 0.35 ミリのどちらか小さい方を超えていけないんだ。0.35 ミリ。それって一般的なシャープペンの芯 0.5 ミリよりもずっと細い髪の毛数本分くらいの厚さじゃないですか。そこにカーボンと接着剤を全部入れるんですか？そうなんだよ。しかも ITTTF テクニカルリーフレット T4 を精密に読み解くと、このわずか 0.35 ミリという超薄膜の中にカーボン繊維などの特殊素材と、それを上下の木材に固定するための接着樹脂のすべてを収めなければならない。もし接着剤を塗りすぎて 0.36 ミリになった瞬間、そのラケットは違反用具として失格になるんだ。メーカーはこの極限の薄さの中で、いかに剥がれない強度を出し、いかに高弾性を確保するかという原子分子レベルのせめぎ合いを繰り広げているんだよ。私たちが何気なく振っているラケットの内部で、そんなミリ単位以下のミクロな、いえ、ナノレベルの戦いがあったなんて、メーカーのエンジニアの方々の情熱、本当に凄まじいです。たった 0.35 ミリが勝利と敗北を分ける境界線なんですね。ここでパート2でも触れた新検査体制についてさらに深く掘り下げておこう。これは2025年1月から段階的に導入され、2026年には完全に定着する卓球界最大の激震ニュースなんだ。試合が終わった後に抜き打ちで検査するっていうあの衝撃のルールですよね。具体的に審判は何をどう調べるんですか？まるで空港の税関検査みたいに厳重なんですか？まさにその通り。最大の目的は不適切な後加工の徹底的な排除だ。ITTF オフィシャルニュースによれば、一部のプレイヤーが市販のラケットの表面に強力な瞬間接着剤や厚塗りのラッカーを塗りたくって、ルール以上の反発力を不正に得ようとする行為が予行していたんだ。これまではラバーを貼った上からの測定だったけど、これからはラバーを剥がした状態でのブレード表面を特殊な光学スキャナーでチェックするようになる。実力派の選手でも自分のラケットをきれいに保つためにラッカーを薄く塗るくらい別にいいような気もしますけど、ダメなんですか？ところが、バタフライオンラインの技術解説記事によれば、表面のコーティング圧が 0.1 ミリ、100マイクロンを超えると、それはもはや木材ではなくプラスチック層とみなされてしまうんだ。もし新検査でこれが発覚すれば、その場で失格、記録からも抹消される。T9 のガイドラインでは、この検査を拒否することももちろん禁止されているんだ。0.1 ミリ、爪磨きで少し丁寧に磨いただけでアウトになりそうな本当にシビアな世界ですね。これからのトップ選手は技術だけでなく、用具の法的適合性にも極限の神経を使うことになりそうです。
道具への愛とルールへの敬意が試される時代ですね。さあ、ここからはさらに専門的な接着剤の種類の話に入ろう。まずは古くて新しい、ある種伝説の接着剤、ニカワについてだ。ニカワ、書道で使う墨の独特な匂いや、おじいちゃんの古いバイオリンの修理に使われているような動物性の接着剤ですよね。最近はあまり見かけないような気がしますけど、その通り。でもね、実は今でも最先端なんだ。ルーテリアカデミー、弦楽器製作アカデミーの学術資料によると、ニカワは数百年経った今なお、最高級のストラディバリウスなどの弦楽器において、音響的に代替不可能な唯一無二の接着素材とされている。卓球界では、日本の日滝がアコースティックシリーズなどで、この弦楽器製法、ニカワ接着の使用を誇りを持って公言しているね。なんで現代のハイテクなプラスチック接着剤よりも昔ながらのニカワの方がいい音がし、よく弾むんですか？何か魔法の粉でも入っているんですか？ニカワの最大の特徴は、乾燥して水分が抜ける過程で発生する強力な堆積収縮にあるんだ。これを専門用語でクランピングフォースと呼ぶ。ニカワが乾くとき、周囲の木材の細胞壁、セルロースをギュギュギュッと内側に引き寄せ、締め上げながら石のように硬化するんだよ。その結果、木材と接着剤が完全に一体化した空撃のない音響マトリックスが形成される。なるほど。だからニカワを使ったラケットは、まるでバイオリンのように美しく響き、指先に伝わる情報の解像度がめちゃくちゃ高いんですね。正解。ハイドグルークランプストレングス。ニカワのグラム強度という指標があるんだけど、最高強度のニカワで接着されたブレードは、打球時のエネルギー減衰、損失成績が極めて少なく、まるで自分の腕の延長線上にあるような一体感を生むんだよ。伝統が科学を超越する新感だね。次は現代のカーボンラケットや特殊素材入りラケットの屋台骨であるエポキシ樹脂だ。みさきちゃん、エポキシって DIY でも使うよね。はい。A 液と B 液を混ぜて強力に固める接着剤ですよね。でもあれって結構厚みが出ませんか？さっきの 0.35 ミリの壁にぶつかりそうですけど。鋭いね。だから現代のハイテクラケットは液体のボンドを塗るんじゃなくて、ファックフォックスの技術レポート、プレプレグ vs ウェットカーボンにあるように、プリプレグ母乳方式を取るんだ。これはカーボン繊維にあらかじめ最適化された未硬化のエポキシ樹脂を均一に染み込ませたシートなんだよ。あ、最初から計算された量の樹脂が入っているシートを挟むんですね。それなら厚みのムラもなさそう。その通り。そしてここからが科学の面白いところだ。エポキシ樹脂は木材の主成分であるセルロースのヒドロキ式と水素結合という非常に強力な引力で結びつく。単体で固まるんじゃなく、木材の繊維と分子レベルで手をつないでいるんだよ。さらに加熱プレスを行うことで樹脂が木材の数ミクロンの導管にまで溶け込み、アンカー効果を発揮する。つまり木とカーボンが原子レベルでがっちり抱き合っている状態なんですね。そう。しかも硬化時に揮発成分、溶剤がほとんど出ないから接着層が痩せない。設計者が意図した通りの 0.35 ミリという極限の厚みをコンマ数ミクロンの狂いもなく何年経っても維持できるのが最大のメリットなんだよ。この寸法安定性こそが爆発的なスピードを支える信頼性の正体なんだ。次は最も一般的な PVA 接着剤、いわゆる木工用ボンドの話だ。みさきちゃん、木工用ボンドって乾くとどうなるイメージ？透明になってカチカチになりますけど、エポキシに比べると爪出をした時にわずかに跳ね返るような弾力がある気がします。その感覚、大正解。その弾力こそが卓球で最も重要な玉持ち、デュエルタイムの鍵なんだ。PMC に掲載された論文、Aging of PVA Based Wood Adhesives では、PVA の損失清節、専門用語でタンデルタについて非常に詳しく論じている。タンデルタ。急に理系エンジニアっぽくなってきましたね。どういう意味なんですか？簡単に言うとね、受けた衝撃をどれだけエネルギーとして蓄え、どれだけ熱として逃がすかの比率だよ。PVA はこのバランスが絶妙なんだ。打球の瞬間に接着層がわずかに粘り強く変形し、衝撃を一旦受け止める。これがプレイヤーにボールがラケットに吸い付いているという感覚を与えるんだ。エポキシが鋭いレスポンスなら、PVA は包容力のある打球感ってことですね。その通り。だから回転をかけるドライブマンは、あえてカーボンを入れない5枚合板と PVA の組み合わせを選んで、この損失清節の魔法を利用してボールとの接触時間をコンマ数ミリ秒引き伸ばしているんだ。このわずかな時間の差が強烈なスピンを生むんだよ。
ここで今回の報告書の中でも非常に重要な材料力学の解説を挟もう。美咲ちゃん、同じ6ミリの厚さのラケットがあったとして、5枚合板と7枚合板、どっちがよくしなると思う？厚さが全く同じで、使っている材料の木も同じ種類なら、しなり方も同じ、じゃないんですか？重さもそんなに変わらなさそうですし。そこが材料工学の面白い、そして深いところなんだよ。報告書にある曲げ合成指数 EI 合成の精密なシミュレーションデータを見てごらん。単板の1枚板の合成を100とした場合、接着層が4つある5枚合板は128。ところが接着層が6つある7枚合板は同じ厚さなのに合成が145まで跳ね上がるんだ。同じ厚さなのに枚数が多い方が、つまり接着剤の層が多い方がこれほどまでに硬くなるんですか？大正解。接着剤の層、つまり接着界面は木材、セルロース繊維よりもヤング率、弾性率が圧倒的に高い。要するに木よりも接着剤の方がずっと硬いんだ。接着層が増えるということは、ブレードの中に目に見えない透明で硬い背骨が何本も追加されるようなものなんだよ。なるほど。7枚合板が5枚合板に比べて面でパチンと弾くような感覚になり、スマッシュの初速が速くなるのは木材のせいだけじゃなくて、この接着層の枚数による合成アップが最大の理由だったんですね。その通り。さらに木材は繊維方向、縦横によって強度が極端に違う違法性を持つけれど、接着層がそれらをがっちりつなぎ止めることで、ラケット全体のねじれ合成も向上させている。枚数を増やすということは、接着剤という最強の補強剤を何枚も仕込むという高度なエンジニアリングなんだよ。さて美咲ちゃん、ここからが真にマニアックでかつ最も重要な熟成の核心部分だ。パート10では PVA 接着剤の中で一体何が起きているのかをナノレベルで解剖してみよう。ナノレベル、ワクワクしますね。古くなったラケットが良くなる秘密、もっと詳しく教えてください。まずポリバの最新研究、モリキュラーモビリティ in エイジドポリビニルアセテイトを紐解いてみよう。新品の接着剤にはさっきも言った可塑剤という分子の鎖が滑らかに動くための潤滑剤のような分子が含まれているんだ。ところが5年も経つとこの可塑剤が接着層の中にある自由堆積、つまり分子同士のわずかな隙間から木材の導管の奥深くまで逃げていってしまうんだよ。逃げるってお引っ越ししちゃうんですか？そう、これを報告書では内部浸透と呼んでいる。可塑剤がいなくなると接着剤のメインの分子、高分子差同士がお互いに手をつなぎ直してギュギュッと密集するんだ。この現象を物理的老化というんだけど、その結果接着層の密度が上がり、弾性率、硬さが新品時の 1.5 倍から2倍にまで跳ね上がるんだよ。2倍。それって普通の木の板が数年でカーボン並みの硬さの層を内部に手入れるようなものじゃないですか。その通り。さらに面白いのは、この変化によってガラス転移点 TG が室温以上に上昇することだ。つまり夏でも冬でも接着層が常に硬いガラス状態で安定するようになる。新品のラケットが湿気や温度で打球感が変わりやすいのに対し、熟成されたラケットがいつ打っても同じ感覚で飛ぶのは、この科学的安定化が完了しているからなんだ。次はユリア樹脂 UF の鉱物化だ。これは PVA とはまた違うダイナミックな変化なんだよ。美咲ちゃん、ユリア樹脂って乾くときに水が出るって知ってた？接着剤なのに水が出るんですか？そうなんだ。PMC-NIH の論文によれば、ユリア樹脂は固まった後も数年かけて縮合反応という反応を微弱に続けている。この時、ほんのわずかな水分子を吐き出しながら、分子同士がさらに強固な3次元網目構造も作っていくんだ。すると、接着層がわずかに堆積収縮を起こすんだよ。縮んじゃったら剥がれたりしませんか？そこがすごいところなんだ。木材にがっちり食い込んだ接着層が縮もうとすることで、上下の木材を内側から強烈に締め上げるんだよ。これを建築用語でプレストレスという。ドラムの皮をピンと張るみたいに木材を内側から引っ張って反発力を高めているんだ。大正解。このプレストレス効果によって古いラケットはまるでラケット全体が一つの硬いバネになったような異次元の初速を生み出す。報告書がこれを鉱物化と呼ぶのは、もはや樹脂の域を超えて石のような高度と安定性を手に入れているからなんだよ。源氏さん、よく中古市場で1970年代のスティガは今のとは別物だって数十万円で取引されてますよね。あれもこの鉱物化なんですか？
まさに OSP ブレイズの調査レポート、サクセス・オブ・オールド・スティガ・ブレイズがその謎を解き明かしている。当時のスウェーデン工場で使われていたユリア樹脂は、今の環境に優しい接着剤とは成分の強さが違った。それが40年以上の歳月を経て完全に石化しているんだ。40年の熟成、もはやヴィンテージのストラディバリウスと同じじゃないですか？そうなんだ。しかも OSP ブレイズによると、当時の職人は木材の導管の向きに合わせて接着剤の浸透量を微調整していた。それが現代完全に硬化したことで、木材と接着層が音響的に完璧な一体となったんだ。現代の新品がどんなに科学的に作られても、この40年の時間というエンジニアリングだけはどう頑張っても再現できないんだよ。だからトッププロがどんなにボロボロでもいいから昔のスティガを探してくれって言うんですね。時間の重みは最高の性能アップなんですね。ケンジさん、幸からスイートスポットが広がるって言っていますけど、接着剤が硬くなるとなんでミスに強くなるんですか？普通硬いラケットって当てるのが難しくて上級者向けっていうイメージですけど。いい質問だね。物理学の音速の式を使って説明しよう。素材の中を伝わる衝撃、弾性波の速度 c は、素材の硬さ E と密度 ρ から c イコールルート E オーバーローという式で求められる。ルートの式。つまり素材が硬ければ硬いほど衝撃が伝わるスピードが速くなるってこと？その通り。熟成してガラス化や鉱物化した接着層は新品の何倍も硬い。ボールが当たった瞬間の衝撃がラケット全体の端まで光のような速さで伝わるんだ。すると、もし中心を外してオフセンターで打っても、ラケット全体が1枚の語り板として瞬時に反応してくれる。あ、衝撃が一箇所に溜まってぐにゃっと歪む前に全体でボールを押し返せるんだ。大正解。これが有効打球エリアの物理的拡大だ。熟成されたラケットはプレイヤーの打点のブレをこの超高速の衝撃電波によってリカバーしてくれる。だから古くて硬いラケットほど不思議とミスが少ないという現象が起きるんだよ。次は現代の覇者バタフライの最新戦略を徹底分析しよう。みさきちゃん、新作のザイヤ03の秘密知りたい？もちろんです。バタフライさんの最新技術気になります。彼らの新技術リコシートはこれまでの接着層の常識を覆したんだ。通常接着層は硬いか柔らかいかのどちらかだったけど、リコシートはインテリジェントエラストマーという特殊な樹脂を使っている。インテリジェント？接着剤が自分で考えて動くんですか？打球の強さに応じて性質が瞬時に変わるんだ。弱いタッチの時は衝撃を吸収し、フルスイングの時はカチカチに固まってエネルギーを跳ね返す。一本のラケットなのに接着剤が状況に合わせて使い分けてくれるんですか？そう。これが 0.35 ミリという極限の薄さの中に封じ込められている。バタフライは接着剤を単なるつなぎではなく、電子制御のないアナログな駆動装置として設計し始めたんだね。一方で、中国の巨人高層機は、バタフライとは全く異なる哲学を持っている。世界王者マロン選手が愛用している特注モデル W968 の秘密だ。中国選手って何が違うんですか？実は W968 には意図的に剥がれやすくて柔らかい接着剤、ソフトグルーが使われているという説がある。テーブルテニス11の深い技術解析ブログ DHSW968 コンストラクションディテールズによるとね。剥がれやすいなんて普通に考えたら不良品じゃないですか。そこがトッププロの狂気なんだ。接着層を完全に固めず、あえて脆弱性を残すことで、インパクトの瞬間に接着層がミクロン単位でずるっとずれるようにしている。このずれが、現代のガチガチなプラスチックボールに対して、圧倒的な球待ちと猛烈な回転をかけるためのためを作っているんだよ。まさに使い捨てのレーシングカーですね。数ヶ月で寿命が来るかもしれないけど、その一瞬の性能のために全てをかけているんだ。一瞬の輝きが王者の証なんですね。北欧と日本の技術競争も面白いよ。スティガの VPS、バニアプリシジョンシステムは、酸素のない状態で200度の熱をかける。すると木の中の余計な樹脂が溶け出して木自体の密度が均一になるんだ。その均一になった隙間に接着剤を流し込む。接着剤がムラなく完璧な網目状に広がるんだ。その通り。これで7枚合板なのに5枚合板のようにしなるという魔法のような特性が生まれる。一方でニッタクの82025スネークはパドルパレスのレビューによると、あえて木材の個体差を生かすために場所によって接着剤の厚みを変える職人技を導入しているらしい。
スティガは科学による均一化、ニッタクは職人による最適化。どちらも接着層が性能の鍵だという結論は同じなんですね。さて、ここからはさらに未来、SF のようなお話をしよう。キーワードはナノフィラーだ。みさきちゃん、カーボンナノチューブって聞いたことある？はい、ダイヤモンドより強くてめちゃくちゃ軽い次世代の魔法の素材ですよね。Google パテンツに登録されている驚きの特許によれば、接着剤の中にこの CNT を均一に混ぜ込む技術がついに卓球界に降りてくるんだ。接着層に CNT をわずか 0.5% 混ぜるだけで、その層の弾性率は2倍以上に跳ね上がる。ということは、ITTF の 0.35 ミリの厚み制限を守ったまま、反発力だけを倍にできる？その通り。さらに MDPI の最新研究では、植物由来のナノセルロースを接着剤に混ぜる実験も行われている。CNF は木材と同じ成分だから相性抜群で、接着強度を上げつつ、不快な高周波の振動だけをピタッと消し去るインテリジェントダンパーとして機能するんだ。これからは何枚合板かじゃなくて、接着剤に何を混ぜたかでラケットを選ぶ時代になるんですね。もう卓球はナノテクノロギーの実験場ですね。そして最後にもう一つの未来、脱石油、サステナビリティ。卓球界も地球環境問題と無縁ではいられないからね。確かに木という素晴らしい自然の素材を使っている競技ですから、環境には優しくありたいですよね。そこで注目されているのが、木材の主成分であるリグニンを再利用した接着剤だ。ACS パブリケーションズの2026年公開予定の論文によれば、リグニンベースの接着剤は、これまでの石油系樹脂を凌駕する 2.8 メガパスカルという接着強度を 100% オーガニックな素材で達成したんだよ。木から取れた接着剤で、再び木をくっつける。これこそが卓球ラケットにとっての究極のあるべき姿じゃないですか？まさにフルサークルだね。このバイオ接着剤は、これまでの合成樹脂ではどうしても出せなかった温かみのある楽器のような有機的な響きを実現すると期待されているんだ。未来のラケットは地球に優しく、かつプレイヤーの感性に寄り添うものになっていくんだよ。さて、全20パートにわたるかつてないほど濃密で膨大な解説の旅もいよいよ終着点だ。みさきちゃん、今日の一連のお話を聞いて何か意識は変わったかな？はい、もうラケットを単なる古くなったら買い替える消耗品だなんて絶対に言えません。今日買ったラケットはこれから5年、10年という長い歳月をかけて私と一緒に熟成し、世界に一つだけの名器へと進化していく、かけがえのないパートナーなんだって心の底から実感しました。素晴らしい気づきだね。今日の最大の結論は、ラケットは工場を出荷された瞬間が 100% の完成形ではないということだ。接着層が科学的にガラス化し、鉱物化し、するとあなたの放つ無数の打球振動を受けて、あなた専用に最適化されていく。その長いプロセスのすべてが卓球というスポーツの醍醐味なんだよ。10年後、私のラケットがどんな素晴らしい音で鳴り響くのか、そう思うと明日からの練習がもっともっと楽しみになります。最後に、2025年以降の新しい時代を戦っていくプレイヤーの皆さんに大切なお話をさせてください。ITTF が行おうとしている知性の強化は、実は用具の真の価値に正しい光を当てるためのものなんだ。カタログの数字だけに一喜一憂するのではなく、そのラケットがどんな接着思想で作られ、どんな時間を経てきたのか、そこにほんの少しだけ想像力を働かせてほしい。自分のラケットの内部で今この瞬間も分子たちがどうつながり、どう熟成しているのか、そう考えながらボールを打てば、きっと一球一球の打球感がこれまでよりもずっと愛おしく感じられるはずですよね。その通り。あなたの汗とたゆまぬ努力と、そして時間という名の魔法が平凡な木の板を世界に一つだけの名器へと変えていく。これこそが最新の材料科学が私たちに教えてくれる卓球という競技の真の美しさなんだ。ケンジさん、今日は本当にありがとうございました。私今すぐ自分のラケットを抱きしめてあげたいです。その愛情こそが一番の熟成の隠し味かもしれないね。さあ、次は練習場でお会いしましょう。あなたの熟成された最高の一撃を楽しみにしています。はい、皆さん最後までありがとうございました。それでは皆さん、最高の卓球ライフをまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。